あら、おはようございます。あれ、朝っぱらからゲームしてるんだ。疲れないの？ええ、眠気覚ましにゲームを遊んでいるんです。月曜の朝はなかなか気分が上がりませんね。放課後には生徒会がありますし。そういえばこの土日はあかりさんとお話ししていませんでしたね。忙しかったのですか？何言ってるの？昨日話したばっかじゃん。いいえ、私が話したのは赤々です。バカバカと言った方がいいでしょうか。赤々は私のグループトークでのユーザー名でしょ。昨日もいっぱい話したかったのに、みつきちゃんっていっつも早く寝てって言うよね。意地悪。だってそうしなかったらあかりさんはグループトークに夢中になって徹夜するでしょ。そしてまた授業で居眠りします。そうしたら先生は大激怒確実ですよ。違いますか？だよね。なんで朝一番の授業が数学なんだろう。やだよ。そうだ、そんなことより聞いて、今日学校に来る途中で私に何があったか当ててみて。さては、またあかりさんのスカートに穴が開いててみんなに下着を見られてしまったとか？先週のあれは面白かったです。なんでまだ覚えてるの？あれすごく恥ずかしかったよ。とにかくそれは忘れてっていうか聞いて。学校に来る途中にね、お財布が落ちてたの。交番に届けようかと思ったんだけど、その前に運よく持ち主を見つけたんだ。なんとそれが達夫さんって我が校の高橋達夫さん？本当ですか？大人気で頭も良くてスポーツ万能のあの方ですよね。そう、女子からモテモテ、男子からは羨望の的のあの人。ふむふむ。それからどうなったのですか？興味ありそうな顔になってきたね。お財布は返したんだけど中身がなくなってて、達夫くんはお昼ご飯買えなくなっちゃったの。だから私かわいそうになってお昼代をあげたんだ。あと達夫くんは早朝ジョギングでお疲れだったからチョコもあげてさ。それでその流れで自己紹介もできたんだ。グッジョブ私。これでもお知り合いになったからデートに誘っちゃおうかなって。デートですか。誘ってみてもいいと思いますけれど、彼は断るでしょうね。あかりさんのようなおバカな女性にはきっと興味なしですよ。でもあかりさんの積極的な態度は立派です。恥ずかしがって高橋さんに挨拶すらできない女子も多いですから。なんだってやってみないとわからないもん。ちょっとやそっとじゃ諦めないんだから。で、どうするんですか？決まってるでしょ。恋の落とし穴に落とす作戦だよ。じゃあ断られたら教えてください。ひどい。まだ始めてもいないのに。私は現実を見ているだけです。よし、決めた。みつきちゃん、今度の週末服を買いに行くの付き合ってよ。まずは新しい服が必要だよね。また？この間付き合ったばかりなのに。というかあの時あかりさんは50着以上試着してましたよね。長時間付き合わされて大変でした。だってファッションって誰でもそれぞれ自分に合ったイメージや雰囲気があるでしょ。ある人に似合う洋服も他の人には似合わないことだってある。たくさん試行錯誤して自分に何が似合うのかを見つけなきゃ。試着のたびに発見があるんだよ。まあ、そうなんですか？そう。それに一人で買い物しても楽しくないし。わかりました。
まあいいでしょう。私もブラウスでも買うことにしますから。でもあかりさんの試着50着はもう付き合いませんからね。私だって忙しいんです。わかった、安心して。でもさ、みつきちゃんだって人のこと言えないよ。こないだゲームショップ行った時、みつきちゃん売り場全部チェックしてたよね。たくさんゲーム見てたじゃん。もうあの時は待ちくたびれて体験コーナーで暇つぶししてたんだから。いつも言ってるでしょ。購入前の入念な視察はとても大事なんです。実際に遊べるわけでもないのに、パッケージ見るだけでわかるの？時間の無駄じゃん。情報が限られるのは致し方ありません。それでもゲーマーとしてどんなゲームが世に出ているか知っておかないといけませんから。たとえクソゲーであっても。もうすぐ8時だ。そろそろ授業の始まる時間だね。今遊んでるの新しいゲームじゃない？ええ、そうですね。先週末に発売したばかりの新作です。見せて見せて。このゲーム面白そう。これ RPG？ さすがみつきちゃん、いいゲーム見つけるのうまいよね。まあまだ始めたばかりなんですけど、とても楽しいのであかりさんにもおすすめですよ。ユーザー同士で協力プレイしたりクエストをこなしたりできるんです。ほんとすごい。じゃあ遊ぼう。いいですよ。マジで？やったー。冗談です。でも一緒に協力プレイしたらゲームがもっと楽しくなるよ。あかりさんとではそうはなりません。ただでさえ自分のことだけでもいっぱいなのに、あかりさんの無茶苦茶なプレイスタイルをフォローしてたら楽しむどころじゃありませんから。でもこれも一種の縛りプレイと考えればゲームの遊び方の幅が広がるのかしら。ほんと？照れるな。褒めていません。でさ、みつきちゃんはどんなキャラ選択したの？超かっこいいでしょ。イラストレーターがいい仕事をしています。別のゲームをプレイしていた時から注目してた方です。特に男性キャラがとても魅力的なんですよ。みつきちゃんってかっこいい男の人を見つけるセンスあるんだね。いいじゃん。ええ、まあ男性を見る目は人に劣っていないつもりです。ほほう。じゃあさ、みつきちゃんのかっこいいと思う男子ってどんなタイプなの？そんなこと知りません。みつきちゃんってば恥ずかしがってる。ねえねえ、教えてよ。ほら見てください。先生が来ましたよ。すみませんがもうこの話は後にしましょう。いいところだったのに。あかりか。変なやつだったな。けど俺のこと心配してくれて優しいとこあったな。あのバカ、俺のために金まで貸してくれなくてよかったのに。借りを作るのは好きじゃねえし、なんとか返す方法を考えなきゃな。じゃねえとずっとモヤモヤしそうだ。の新着メッセージってまた部活の勧誘かよ。俺はどの部にも入るつもりはないんだから、みんないい加減諦めてくれねえかな。おはようっす。達夫、調子はどうだ？なあ、はよ。朝から元気だな。声でかすぎ。いやー、朝ってさ、この爽やかな空気のせいでついつい張り切っちゃうんだよな。お前は一日中そのテンションだろ。ところで何ぼーっと立ってんだよ。考え事か？それとも忘れ物？なんでもねえよ。行こうぜ、遅刻しちまう。ちょっと待てよ。
その手に持ってるの金じゃね？なんで金なんか持ってるんだ？ああ、さっき変な女からもらったんだよ。女？お前とうとう女から金もらってデートするようになったのか？なんてやつだ。しかしまあ、お前もいよいよその顔の良さで金を稼ぐ方法を思いついたか。高校生のバイトじゃ稼げる金額もたかが知れてるもんな。バカがちげえよ。登校のジョギングの途中で財布を落としちまってさ、結局財布はその女が見つけてくれたんだけど、中身が空だったんだよ。これじゃあ昼飯も食えないだろうからって俺に金をくれたんだ。おお、なんて優しい女なんだ。きっと天使のような素晴らしい子なんだろうな。ちなみに名前は？あかりって言ってたな。あかり。それまさか桜井さんだったり？あ、知ってるのか？まあな。前スカートに穴が開いててパンツの柄が見えたまま歩いてたって事件があって、ちょっとした有名人。マジかよ、知らなかった。あいつスカートに穴が開いてて気づかなかったんだ。後からすっげえ恥ずかしがってたみたいだぜ。かわいそうだよな。まあそのおかげで有名になったけど。そんなことで有名になっても嬉しくないだろう。ドジなやつ。なんかもっとまともな情報はないのかよ。確か授業中に居眠りしまくりって噂だぜ。特に数学。先生にいつも怒られてるってさ。でもまあ気持ちはわかるよな。あいつの授業マジつまんねえもん。授業中に居眠りか。なんだよあのバカ。俺のこと寝ぼけてるってからかったくせに。まあそう言うなよ。桜井さんにお世話になったんだろ。なあ、借りを返さなくちゃな。デートしてあげたらいいじゃん。お前に誘われて喜ばない女はいないだろバカ。う。悪い。話変わるけどさ、知り合いの先輩がお前を部活に勧誘したがってたぜ。どこの部活に入るかもう決めてんの？いや、俺はただ体を動かすのが好きなだけだから、なんか特定のスポーツがしたいって感じじゃないんだよな。じゃあダンス部入ろうぜ。ダンスはいいぞ。まず楽しいし、ずっと動きっぱなし。立ち止まってる時間なんて全然ないから、体を動かすのが好きなやつにはぴったりだ。お前にはぴったりだよな。いつもエネルギー持て余しててじっとしてないやつだから。ほんと向いてると思うぜ。ダンスうまいもんな。サンキュ。心肺機能や柔軟のトレーニングも欠かしてないからさ。今のところ達夫やカイトより運動能力が高いかも。言うじゃねえか。じゃあ短距離走で勝負してみるか？俺2人に余裕で勝っちゃうよ。余裕で勝つのは俺だ。うおー、達夫のライバル発言燃えてきた。よし、カイトも入れて3人でトレーニングだ。考えただけで楽しみすぎるぜ。じゃあまずは今からダンス部のスタジオまで競争しようぜ。走れ達夫、よーいドン。落ち着け。そろそろ始業時刻だぞ。ああ、しまった。お前いっつも好きあらば俺をダンス部に連れてこうとするけど、なんで？他の部員だっているだろう。あいつらは全然やる気ないんだよ。練習中はテンション低いわ、自主練もしてこないわ、しょっちゅうサボるわで。あんなんでレベルの高いダンスができるわけない。達夫みたいなスポーツ万能のやつに来てほしいんだよ。ダンスは体力もセンスも努力もいる。達夫なら全てを兼ね備えてる。まあそうかもな。それに先週新作のダンスの振り付けを一度見ただけでもすぐ踊れただろう。お前には才能があるんだよ。ああ、あれは楽しかったけどな。ダンスに特別に興味があるわけじゃない。興味がなくてもあれだけ踊れるんだもんな。ほんとお前のスポーツセンスはすごいよ。今の話他のやつらには言うなよ。またいろんな部活の勧誘がしつこくなりそうだから。それより
さっきの話、ダンス部のやる気のない奴らはやめさせたらいいんじゃねえか。そんな奴らいるだけ邪魔だろ。そうしたいけど、部員が5人以下になると廃部になっちゃうんだよ。なるほどな。そんな奴らでもいてもらわなくちゃ困るってことか。大変だな。だから今なんとかして新入部員を見つけようとしてるんだ。今の部員じゃ県大会は夢のまた夢だから。悔しいぜ。半助。でも悩む時間がもったいないよな。後ろ向きになってもテンション下がるだけで何にもいいことねえし、もっとやる気とセンスのあるやつを見つけるしかない。よーし、全力でいくぜ。俺がダンス部を生まれ変わらせるんだ。お前の熱意と前向きさは認めるよ。ダンス部はきっと大丈夫だな。まずはチラシを作るか。100部くらい。そうと決まったらパソコン使えるやつを探してデザインを頼まなくちゃな。あと門のところで勧誘演説ってでもありだな。でも俺は喋るよりダンスの方が得意だから、みんなの注目を集めるようにかっこいい踊りを見せる方がいいか。そうだ、俺が個人入賞した時のトロフィーも目指すところに展示しよう。あと部の情報を SNS で拡散させて、そんで授業始まるけどまだそこで喋ってる気か。俺もう行くぜ。じゃあな。あれ、おい、待ってくれよ達夫。いたいた。あかりー、やっほー。キリカちゃん、おはよう。おはようってもう昼よ。そうだよね。だってまだ眠くてさ。早く学校終わらないかな。なんでそんなに眠いのか当ててあげようか。あかりはグループトークとファッション関係のネットサーフィンで夜更かししてた。どう？正解でしょ。おお、ピンポン。さすがキリカちゃん。さすがじゃないわよ。最近ずっとそうでしょ。さっき先生に言われたこと覚えてる？あの先生ムカつく。あかりさん、今度寝たら授業中ずっと立っていてもらいますよ。なんてひどくない？まあね、あかりなら立ったまま寝るわね。おまけに罰として私だけ宿題は2倍になるし、よりによって数学一番苦手な科目だよ。本当に最悪。もうこの話やめよう。キリカちゃん、お昼ご飯どうする？私はお弁当作ってきたんだけど。私も卵焼きを作ったわ。今回は大成功。すっごく美味しいの。食べてみる？卵焼き？私も奇遇だね。あかりも。じゃあ交換しても意味ないか。何言ってるの、同じだからいいんじゃん。卵焼きって作った人によって全然味が違うんだよ。シェフが変われば料理の味が変わってくるでしょ。はい、これ食べてみて。まあそういう考え方もあるか。じゃあ交換しましょう。いただきまーす。はん。なにこれ。甘すぎるわよ。どれだけ砂糖使ったのよ。いっぱい砂糖を入れると卵焼きに命が宿るんだよ。それにしたって甘すぎ。デザートじゃないんだから。気持ち悪い。そう？これくらい普通だよ。冗談でしょ。あかりの味覚は普通じゃない。みつきだって同じこと言うわよ。あれ？みつきは？あれ？そうそう、
新作ゲームにハマってて、お昼ご飯食べないでレベルアップに専念するって言ってたよ。まったくみつきちゃんってば。まあいいじゃない。新しいゲーム買ったばっかりで夢中なのよ。私と協力プレイもしてくれないしさ。もうケチだよね。それは賢い決断ね。なんか言った？なんでもない。それにしてもこうしてキリカちゃんとゆっくり話をするのも久しぶりだね。最近何してたの？次の新曲の練習。あ、そっか。アイドルの仕事で忙しかったんだ。事務所に所属して活動してるなんてすごいよね。まあ弱小事務所を事務所と呼んでいいかは疑問だけど。アイドルとしてダンスレッスン、インタビュー、イベント、歌の練習、ライブの準備で毎日大忙しよ。おまけに学校の勉強もしなくちゃいけなくて、学生とアイドルで二足のわらじ。全然暇がないわ。一緒にアイドル活動をしてくれる子がいればちょっとは楽になるんじゃないかと思うんだけど。あ、そうだ、あかり、一緒にアイドルやらない？私？でもキリカちゃんってソロアイドルでしょ？今はね。でもあかりとユニット組むのもいいなって思ったの。大丈夫、マネージャーには私から連絡するわ。実はうちの事務所新人アイドルをスカウトしたがってるのよ。どうしよっかな。やろうよ、すごく楽しいわよ。ライブ出演とかできるし。ライブ？キリカちゃんのライブってあの公園でやるやつでしょ？ステージなし、照明なし、紙吹雪なし。あ、待って、紙吹雪はあったんだ。公園の葉っぱがいっぱい落ちてきてた。あれは売れるまでの一時的なライブ会場よ。うちはまだ新しい事務所なんだから、これから応援してくれるファンを増やしていくのよ。キリカちゃんのファンいっぱいいるじゃない。こないだのライブで私とみつきちゃん入れて観客が10人もいたでしょ。あ、9人か。あとは犬が1匹だったんだ。あかり、それで励ましてるつもりなの。ごめん。落ち込ませたかったんじゃないよ。大丈夫、きっといつか有名になれるよ。私はキリカちゃんの一番のファンだから忘れないで。まあとにかくあかりとのアイドル活動のこと真剣に考えてみたいわ。それ、あかりなら、あ、そうだ、アイドルはいろいろおしゃれで可愛い衣装が着られるわよ。言われてみれば一度ステージ衣装って着てみたかったんだ。楽しそう。そうよ、歌やステージや季節に合わせて服、アクセサリー、靴を組み合わせるの。ファッションの無限の可能性よ。すそれにファッション雑誌にも掲載されるかもよ。みんながあかりのおしゃれを見てくれる。どう？ごい。マジで？ワクワク。衣装。よーし、決めた。アイドルやってみる。本当？やった、ありがとう。すぐにマネージャーに連絡するわ。あ、でもアイドルってめっちゃ忙しいんだよね。やっぱ無理。めんどくさがりなんだから。違います。必要以上に努力したり頑張ったりしたくないだけです。それをめんどくさがりって言うのよ。はあ、期待して損した。そんなに落ち込まないでよ。ほら、元気出していこああ、もうなんか気分転換に甘いものでも食べようかな。ああかりのお気楽な性格が映っちゃったみたい。面倒くさがりなとこまで映らないように気をつけないと。ねえ、放課後あのショッピングモールの向かい側にできた新しいアイス屋さんに行ってみない？う。あのアイス屋さんね、美味しいって評判だよね。行こう。ダメだ。私今お金がないんだった。
お金ないの？この間お小遣いもらったばっかりじゃなかった？もう何かに使っちゃったの？違うの。実は今朝ね、学校に来る途中でお財布が落ちててさ、持ち主はすぐ見つかったんだけど、お財布の中身はもう空っぽだったんだ。空っぽ？さては、中身はあかりが取ったんでしょ。取ってないよ。ごめん、冗談よ。とにかくさ、そのお財布の人、お昼ご飯を買うお金がないって言うから、かわいそうになっちゃって、お昼代を貸してあげることにしたの。あら、あかりらしいわね。なんだかんだ言って優しいから、困ってる人を見ると放っておけないのよね。面倒くさがり屋さんにもいいところがあるってことかな。ちなみに、その人って誰？うちの学校の人？高橋達夫くんだよ。ああ、そっか。高橋さんね。高橋さん？イケメンの高橋さんってこと？そうだよ。嘘！彼は学園の王子と呼ばれてる人じゃない。あかりは成績も悪くて面倒くさがりで生活態度も良くない。平民も平民のド平民なのによく話をしてもらえたわね。だよね。私もドキドキしちゃって。ちょっと言い方。ごめん。だって私もいつもかっこいい男の子と話したいなーって思ってたから羨ましくて。人生は不公平ね。大丈夫。キリカちゃんにも絶対いつかチャンスがあるよ。とりあえず今は私のこと友達としていろいろ助けてほしいの。実はラブレターってやつを書いてみたいと思っててさ。あら積極的ね。偉いわ。今の時代女は待ってるだけなんて流行らないものね。そうだよね。で、ラブレターの次の目標はお姫様抱っこ。いろいろすっ飛ばしすぎでしょ。よし、目標に向かって頑張るぞ。ちょっと早すぎるわよ。もうちょっと段階を踏んで。キリカちゃん、力を貸してね。私だってまだ彼氏いないんだからね。あら、幽霊だわ。もう行かないと。午後は居眠りしないようにね。話に夢中でお昼ご飯食べるの忘れてた。最悪今日は久々に達夫くんとランチができて楽しかったよ。外でお昼を食べたいなんて珍しいことを言い出したね。ああ、付き合ってくれてありがとな、カイト。部活の勧誘のやつらに見つかりたくなかったんだ。どの部も大会が近いからひっきりなしに声をかけてくるんだぜ。昼飯くらい平和に食いたいよ。相変わらず人気者だね。迷惑なだけだ。そういやカイトの方は部活はどうなんだ？最近朝練で忙しいみたいだけど、確か陸上部だったよな。うん、そうだよ。今朝もトラックで走ってたんだ。へえ、そうなのか。今日は放課後の練習はないんだよな。一緒にトレーニングしね。俺も朝にジョギングを済ませたから帰りはジムに行こうと思ってるんだ。ハウスケも来るってさ。いいよ。ただし2人ともちゃんとお行儀よくすること。前回は大騒ぎして追い出されかけただろう。2人とも？おいおい、前回のあれはあいつのせいだろ。俺の筋トレ中に頼んだより大量のウェイトをマシンに乗せてきてさ。何にせよ周りに迷惑かけないようにね。俺はあんまり長くジムにいられないだろうから、もう一つの部活の方で必要なものがあるから買い物にも行かなくちゃいけないんだ。はあ、もう一つの部活？ああ、そうだよ。演劇部にも入ってるんだ。へえ、部を2つも掛け持ちしてたなんて知らなかったさ。
いや違う、3つだよ。3つ？マジかよ。陸上部、テコンドー部、演劇部で3つ。すっげえ。どうやって時間を作ってるんだ？テコンドーなんて変わった部活まで普通の人間にはとてもできねえぞ。じゃあ俺は普通の人間じゃないってことかな。お前はエスパーみたいに人の心を読むことがあるしな。本当に普通の人間じゃないのかも。あれ、またその噂が広まってるのかな。やれやれ、やめてほしいな。他人の心なんて読めるわけがないよ。いや、みんな褒め言葉で言ってるんだぜ。はあ、まったくエスパーだなんてとんでもない。ただの直感だよ。何事も注意深く見るようにしてるだけさ。そうすると自然に、うまく説明できないんだけど、なんだかピンとくるんだ。俺から見たらその直感力がとんでもないんだよ。でもそれで不気味がられないどころか周りに人が集まるのがお前の人柄なんだろうな。人気者も苦労が絶えないけどね。達夫ならわかるだろう。笑い事じゃねえって。ところでさ、その人気者さんは演劇部では何の役をやるんだ？あれ、興味持ってくれてるのかな。実は次は主人公役なんだよ。夜は泥棒家業をしてるんだけど、予期せぬ恋と闘争に巻き込まれていくっていうストーリーさ。へえ、面白そうだな。だろ？主人公として頑張らなくちゃな。達夫もよかったら見に来てくれよ。絶対にがっかりさせないから。なあ、暇だったらな。うん、待ってるよ。ところで達夫、なんだかちょっと元気がないみたいだ。悩み事でもあるのか？いや、なんでもねえ。ちょっと疲れてるだけだ。そう？うん。顔に嘘って書いてあるよ。ねえ、ほんとお前、顔を見るだけで何でもお見通しだな。もっと当ててみようか。さては女性関係だろ？なんでわかるんだ？やっぱりエスパー？違うって言っただろ。ただの直感なんだ。まあいいか。今朝ジョギング中になくした財布をうちの学校の女が拾ってくれたんだ。でも財布の中身が空になっててさ、そいつ俺が昼飯が食べられないのはかわいそうだって金までくれたんだよ。なあ、それで考え込んでいたんだ。ああ、まあ大したことじゃないだろう。次に会った時に金は返すつもりだし、早く返してすっきりしたいぜ。その女の子、昼食の心配をしてお金まで貸してくれるなんて親切な子だね。なんだか感動だよ。あのクールな達夫がこんな風に普通のきっかけで友達を作れるなんて。からかったのか？何が友達だよ。あいつ間抜けな失敗で有名で、授業中も居眠りばっかりしてるらしいぜ。部活は何かやってるのかな？どこかに入ってるって話は聞いてないけど。へえ、だとしたら共通点があるじゃないか。部活に入らないところ。結構気が合うかもしれないね。そんなわけあるか。とにかくなんとか金を返さねえと人に借りを作るってのは落ち着かねえ。それならお礼にご飯でも誘ってあげたら？バカ、それじゃデートみたいだろ。ま、必要があったら遠慮なく相談してよ。無鉄砲だったり的外れなことをする前にね。まさか半助じゃないんだからさ。まったくカイトはいつも人の心配ばっかりしてるよな。校内の有名人だぜ。
みんなのお兄さん。ああ、その呼び名少し恥ずかしいんだよ。同級生に言われるだけならともかく、この間なんか先生からお兄さんなんて呼ばれてしまって、まさか年上の人からまでそう呼ばれるなんてね。でも誰だってたまには頼れる人が必要だから、それは悪いことじゃない。さすがみんなから頼られてるんだな。そういやこの間お前背びれを着たやつと話してたよな。あれ誰だったんだ？もうあの人たちアイドルと声優のスカウトだよ。俺の芝居の評判を聞いてわざわざ見に来てくれたんだ。やっぱりな、見覚えあると思った。俺にもスカウトをしてきたやつだ。正直達夫くんがアイドルになるのは見てみたいよ。みんなから学園の王子って呼ばれてるくらいなんだからさ。興味なし。別のことに時間を使いたいぜ。もう時間だよ。さてそろそろ戻ろう。また放課後トレーニングに行くのを楽しみにしてるよ。なあ、それから飯でも食いに行こうぜ。しまった、金をなくしてたんだ。あいつから借りた金の残りは使う気になれねえし。それなら今日は財布を落としたお見舞い代わりに俺がおごってあげるよ。ああ、悪いな。この借りはいつか返すから。じゃあまたな、カイト。あいつへの借りも返してえな、あかり。できるだけ早く会わねえと。